いつもご視聴いただき誠にありがとうございます。釣りって学べるです。突然ですが、皆さんは潮目と聞くと魚が釣れやすいと思っていませんか？実はそうとは限らないんです。皆さんは潮目にキャストしているのに全然釣れない。せっかく潮目があるのにゴミだらけ。こんな経験ありますよね。この動画を見れば、なぜ潮目だけではダメなのか、そしてなぜゴミが多いのかわかるようになります。逆にこの動画を見なければ、ただ潮目というだけでキャストを繰り返して今までと同じように全然釣れないなんていうことになりかねません。ですから、この動画を見て一緒に釣れやすい潮目と環境について学んでいきましょう。ということで本日の結論です。潮目は見極めが大事。深刻な環境問題が含まれている。今回の動画は環境問題についても触れていますので、ぜひ自分ごとと捉えて今から行動を変えていただけたら大変嬉しいです。それでは本日の目次です。潮目とは、潮目のメカニズム、潮目はなぜ狙い目なのか、潮目の予測、潮目と環境問題。まず潮目とは一言で言うと、異なる性質を持つ海水の境目のことを指します。もっとわかりやすく言うと、2つの潮の流れがぶつかって海面に見える線のようなものです。皆さんもシマウマ柄のようになっている海面を見たことがありますよね。他にも海の色そのものが異なっていたり、泡立っているように見えたりすることもあります。さて、皆さんは潮目のメカニズムについて説明できますか？しっかりと説明できる方は少ないと思いますので、一緒に勉強していきましょう。まず、海水といっても全てが均一というわけではなく、様々な性質を持つグループに分かれています。このグループのことを水海と呼びます。ちなみに、その境目を潮境といって、海面で見ることができる潮境が潮目になります。その水海は、水温、塩分濃度、溶存酸素、栄養塩類によって分けられます。ここで聞きなじみのない言葉を簡単に説明すると、溶存酸素とは海水中に溶けている酸素のことで、水温が高いほどに少なくなります。栄養塩類とは植物プランクトンの生存に必要な栄養を溶存した海の肥料のような働きをして食物連鎖の基礎をなすものです。さて、水海の分かりやすい例として、川から濁った水が海に流れ込み、そこに境目ができているところを見たことがある方も多いのではないでしょうか。そして水海は同じ水でありながら簡単には混ざらないという性質があります。人間だからという理由ですぐに仲良くなったりしないのと同じですね。つまり質が異なる水海と水海はぶつかってもすぐに混ざらないので境目ができるというわけです。これが潮目のメカニズムとなります。この水海は何もないところよりは何かしら変化があるところにできやすいです。例えば海底の地形が大きく変化する場所だと海流も大きく変化し、質の異なる水海ができやすくなります。つまり沈み根周りを狙うことは理にかなった場所であると言えるわけです。では、なぜ潮目が狙い目なのでしょうか？それは魚の餌となるプランクトンが豊富だからです。つまりプランクトンが多ければ小魚が集まり、当然それを捕食する大型魚も集まってきます。どうして潮目にプランクトンが多いのでしょうか？動物性プランクトンの餌となる植物性プランクトンが成長するためには、太陽光、温度、栄養塩が必要です。この栄養塩は通常光が届かない底の方に多く溜まっています。もちろん何もなければそこに溜まったままです。しかし温度の異なる水海同士がぶつかった場合、暖かい水海は海面方向へ、水温が低い水海は海底方面への海流が生まれて、そこに溜まっている栄養塩が
海面まで巻き上げられる現象が起きます。そうすると植物性プランクトンの光合成が始まり、新しい食物連鎖が始まるのです。しかし、できて間もない潮目だと栄養塩の上昇が不十分なため、植物性プランクトンの成長も不十分な場合が多く、他の捕食魚が集まっていないケースがあるのです。これが冒頭でお伝えした潮目だからといって釣れるとは限らない理由です。では、どうすれば釣れる潮目とそうでない潮目を見分けることができるのでしょうか。それは長時間潮目ができている場所、高確率で潮目ができる場所をいかにして見つけられるかにかかっています。まず、長時間潮目ができている場所はプランクトンが増殖している可能性が高いので、それだけ他の魚が集まりやすい場所と言えるわけです。次に、高確率で潮目ができる場所は海底の地形変化によってできている可能性が高いです。つまり、魚が居ついたり回遊したりするルートである可能性が高く、必然的に一級ポイントであると言えます。この水海同士がぶつかることで生まれる潮目は文字通り水物なので、昨日発生したからといって今日も同じところに発生するというものではありません。つまり一級ポイントだからというだけで過信してはいけないということです。しかしながら日本という大きな枠で見れば、海流がぶつかるところは潮目ができやすく、漁場として有名な場所が存在するので、参考としてご紹介します。まずは太平洋側の黒潮と親潮がぶつかる千葉県館山の沖合、岩手県宮古大船渡、宮城県三陸金華山沖気仙沼松島湾石巻、福島県いわき、茨城県大津港大洗、そして日本海側の対馬海流と里満海流がぶつかる福井県玄達瀬、石川県七尾北湾能登沖、富山県富山湾が一級の漁場として有名です。いずれの場所も一度は訪れて海鮮に舌包みを打ってみたいですね。ここからは潮目と同じくらい大事な環境問題について説明します。残念なことに潮目に集まるのはプランクトンばかりではありません。皆さんも見たことがあると思いますが、ビニールなどのゴミも集まってしまいます。潮目に乗ったビニールにルアーを引っ掛けて当たりだとぬか喜びしたアングラーも多いのではないでしょうか。流木や切れ藻など自然由来は問題ないとして、ブイやペットボトル、ウミガメがクラゲと間違えて食べてしまうビニール、魚やサンゴが食べてしまうマイクロプラスチックゴミは有識問題です。具体的にはプラスチックゴミだけで1億5000万トン以上、さらに毎年約800万トン、ジャンボジェット機5万機相当に及ぶ量が新たに流出していると言われています。環境省によれば、このうち2万トンから6万トンは日本から発生したものだと推計されています。さらにこのままでは2050年には魚より海洋ゴミの方が多くなるという試算まで出る始末です。ですから少なくともリーダーの端を切ったらどこかに飛んでいってわからなくなったなんてことはないようにしましょう。今回のまとめです。潮目とは質の異なる水海がぶつかってできる境目のことです。その中でも長くできている潮目か、もしくは潮目がよくできている場所かどうかが重要になります。なぜなら小魚の餌となるプランクトンがより多く集まりやすいからです。しかしプランクトンだけではなく、多くのプラスチックゴミも集まってしまう場所になってしまいました。一人一人が絶対にゴミを落とさず、必ず持ち帰ることを心がけましょう。今回の授業は以上となります。最後までご視聴ありがとうございました。高評価やチャンネル登録をしていただけるととても嬉しいです。また次回の動画でお会いしましょう。